こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。日本語の旅へようこそ。僕はホストのレンです。今日のテーマはなんと桜。桜は春の日本を代表するあの花です。ひなさん、今日もよろしくお願いします。こんにちは、ひなです。桜のテーマ、待ってました。待ってましたというのは、ずっと楽しみにしていたという意味の口語表現です。毎年この季節になると、日本中が桜色に染まりますよね。リスナーの皆さん、今日は桜の言葉と文化を一緒に楽しみましょう。今日のテーマはズバリ桜シーズン。ズバリというのは遠回しにせず直接本題に入るときに使う口語表現です。桜は英語ではチェリーブラッサムと言いますが、最近は世界中で桜という日本語がそのまま使われるようになってきました。それだけ日本の桜は世界に認められているということですよね。桜という言葉は日本最古の歌集万葉集にも登場します。万葉集というのは8世紀頃にまとめられた日本最古の和歌集のことで、4500首以上の歌が収められています。それほど桜は古くから日本人の心に深く根付いているんです。根付くというのは文化や習慣がしっかりと定着することです。8世紀、奈良時代から桜を愛でていたんですね。愛伝というのは美しいものを見て心から楽しむ、鑑賞するという意味です。今日は桜の基礎知識から花見の文化、気象用語、そして桜にまつわる感情表現まで学んでいきましょまず桜と梅の違いから混同される方が多いので、混同というのは2つの異なるものを同じものだと間違えることです。桜は3月後半から4月にかけて咲くのに対して、梅は1月2月に咲きます。咲くというのは花が開くことです。見分け方は花びらの形で、桜の花びらには先端に切れ込みがあります。切れ込みというのは先端が V 字に割れていることです。う。なるほど。桜にも種類がありますよね。日本全国で最もよく見られる桜はソメイヨシノです。ソメイヨシノというのは江戸時代末期に品種改良された桜で、淡いピンク色の花が特徴の日本で最も一般的な桜の品種です。品種改良というのは人の手によってより良い特徴を持つように植物や動物を育てることです。ソメイヨシノ以外にも桜には300種以上の品種があります。八重桜というのは花びらが何重にも重なっている豪華な桜で、八重というのは幾重にも重なっているという意味です。しだれ桜というのは枝が垂れ下がって滝のように咲く優雅な桜で、京都の丸山公園のものが特に有名です。桜の開花時期を表す言葉も覚えておくと便利ですよね。開花というのは花が開くことです。開花宣言という言葉を聞いたことがあるかもしれません。開花宣言というのは気象庁が特定の観測地点で桜の花が5、6湾以上開いたと公式に発表することです。これが出ると日本中がそわそわし始めます。そわそわするというのは期待や意向で落ち着かない様子のことです。本当にその通り。満開という言葉もぜひ覚えてください。満開というのは花が全部咲いて最も美しい状態のことです。満は満ちている、いっぱいという意味で、満開の桜というフレーズは日本の春を代表する表現です。花吹雪という言葉も美しい。花吹雪というのは桜の花びらが風に舞って雪のように降る様子のことです。吹雪は本来雪が激しく降り回る嵐のことですが、桜の花びらをその雪に例えた詩的な表現です。詩的というのは詩のように美しく感情的な表現のことです。散るという動詞も重要です。散るというのは花びらが木から離れて落ちることです。日本人は桜が散る瞬間にも美感を感じます。これを物の哀れと言います。物の哀れというのは美しいものが変わり消えていく中に感じる切ない感動のことで、日本美学の革新的な概念です。桜といえば花見。花見というのは桜の花を見ながら外でお酒や食事を楽しむ日本の春の伝統行事のことです。花は花、見は見ることで合わせて花を見るという意味になります。この習慣は奈良時代に宮廷の貴族が始め、江戸時代に庶民に広まりました。花見の歴史は実はとても興味深いんです。もともと花見といえば梅を見ることだったんですが、平安時代から桜が主役になっていきました。
平安時代というのは794年から1185年頃までの天皇が京都を中心に政治を行っていた時代です。当時の歌人や貴族たちが桜の下で歌を読み宴会を楽しんでいました。読むというのは詩や和歌を作ることです。現代の花見はもっとカジュアルですよね。ブルーシートを広げて、コンビニのお弁当を食べながら、桜の下でみんなでワイワイ過ごす。ワイワイというのは、大勢で賑やかに騒いでいる様子を表す擬音語です。場所取りという文化も面白い。場所取りというのは花見の当日より前に公園などに行って自分たちのグループのための場所を確保しておくことです。会社の新入社員が前日から場所を取るために朝早く公園に行くという話は有名ですよね。確保するというのは自分のものとして確実に手に入れておくことです。花見で欠かせない食べ物もありますよね。お花見弁当というのは花見のために用意されるお弁当のことで、春らしい食材を使ったカラフルなものが多いです。桜餅は桜の葉で包まれたピンク色のもち米のお菓子で、塩漬けにされた桜の葉の香りが独特です。塩漬けというのは塩につけて保存すること。花より団子ということわざも有名ですよね。花より団子というのは風流なものより実用的なもの、食べ物の方が大事という意味のことわざです。花見に来ても桜より食べ物ばかり気にする人への皮肉としても使われますが、今では花見を楽しむことへの愛ある冗談として使われることが多いです。完全に私のことですね。団子というのは米粉などを丸めて作った日本の伝統的なお菓子で、串に刺して食べます。花見の三色団子は白、ピンク、緑の色で、それぞれ雪、桜、新芽を表しているという説があります。新芽というのは春に新しく出てくる若い葉や芽のことです。桜の季節には特有の天気用語もあります。花冷えという言葉をご存知ですか？花冷えというのは桜が咲いている時期に突然気温が下がって肌寒くなることです。花は桜の花、冷えは冷たさを意味します。せっかく桜が咲いたのに寒いという時に使います。なんとも詩的な表現ですね。逆に暖かくなる気候を表す言葉はありますか？春暖というのは春の暖かさのことです。春は春、暖は暖かいという意味で穏やかな春の陽気を表します。陽気というのは明るく暖かい気候のことです。また春霞というのは春にかかるもやのことで、山や景色がぼんやり見える幻想的な春の風景を表す言葉です。春が澄、本当に詩的ですね。桜の開花予測に関係する言葉もありますよね。桜前線。桜前線というのは九州など暖かい南から北へ桜の開花が順番に進んでいく様子を気象の前線に例えた言葉です。前線というのは気象用語で暖かい暑い空気と冷たい空気の境目のことです。天気予報でよく聞く平年並みという表現も知っておくと便利です。平年並みというのは例年の平均と同じくらいという意味で、今年の開花は平年並みですなどのように使います。例年というのは毎年のことです。また観測史上最早というのは記録が始まって以来最も早いという意味で、地球温暖化の影響で最近よく聞かれる表現です。地球温暖化の影響で桜の開花が早まっているというニュースも増えていますよね。温暖化というのは地球の平均気温が上昇していく現象のことです。京都では1200年以上の桜の開花予告が残っていて、過去数十年で開花が2週間近く早まったというデータがあります。これは気候変動の深刻さを示す一つの指標です。指標というのは何かを測るための目安、基準のことです。桜を通して気候変動を感じるというのはとても切ないですね。あの美しさが変わっていくかもしれないと思うと。でも今年も桜は美しく咲いてくれています。切ないというのは心が痛くなるような悲しい感情のことです。花見の場面で使える実用的なフレーズを学びましょう。花見しませんかは、一緒に花見に行きませんかというお誘いの表現です。しませんかというのは相手を丁寧に誘うときに使うフレーズです。今年の桜は綺麗ですね。満開ですね。も定番フレーズです。花見の場所はもう決まりましたか？や
どこで花見をしましたかもよく使います。桜を見た時の簡単表現も豊富で、わー綺麗すごいだけでなく、圧巻ですねも使えます。圧巻というのは他を圧倒するほど素晴らしい、見事だという意味です。もともとは佳境、昔の中国の試験の最も優れた答案のことを指した言葉です。桜を見て感じる感情を日本語で表現するのが難しいですよね。胸がいっぱいになるという表現が好きです。胸がいっぱいになるというのは、感動や喜び、悲しみなどの感情がこみ上げてきて、胸の中がいっぱいになるような感覚のことです。桜を見て泣いてしまう人もいますよね。感動して泣くというのは、美しいものや心に響く体験によって自然と涙が出ることです。感動というのは深く心を揺り動かされる体験のことです。桜の前で泣いてしまっても恥ずかしくないです。むしろ日本人的に感性が豊かな証拠だと思います。感性が豊かというのは、美しいものや感情的なことに敏感で深く感じられるという意味です。桜は人の感性を引き出す力があるんですよね。引き出すというのは、隠れているものを外に出すことです。日本の有名な桜の名所も紹介しましょう。名所というのは景色や文化的な価値で有名な場所のことです。まず吉野山は奈良県にある日本随一の桜の名所で、3万本以上の桜が山全体を覆います。随一というのは第一番、最も優れているという意味です。弘前公園は青森県にある桜の名所で、2600本もの桜が咲き誇り、お堀の水面に花びらが浮かぶ花いかだが特に有名ですよね。花いかだというのは、水の上に散った花びらが集まっていかだのように流れる美しい景色のことです。咲き誇るというのは、花が誇らしげに全力で咲いているという表現です。花いかだという言葉も本当に美しい。上野公園は東京の代表的な花見スポットで、約1000本の桜があります。毎年多くの人で賑わいますが、最近は外国人観光客の方も本当に多くなっています。賑わうというのは、たくさんの人が集まって活気ある様子のことです。哲学の道も外国人に人気ですよね。哲学の道というのは、京都にある約2キロの散歩道で、川沿いに400本以上の桜が続く美しい道のことです。明治の哲学者西田幾多郎がここを歩きながら思索したことからその名がついたそうです。思索というのは、深く物事について考えることです。日本の四季を大切にする文化同化で、桜は旬の象徴です。象徴というのは、あるものが別の概念や感情を代表するものという意味です。日本のパスポートにも桜のデザインが使われていますし、100円玉には桜が描かれています。それほど桜は日本のアイデンティティの一部なんです。ひなさん、忘れられない桜の思い出を教えてください。大学を卒業した年の春、家族みんなで近所の公園に花見に行ったことがあります。卒業というのは学校の課程を終えて終了することです。その年は祖父が病気で、初めて桜の季節に車椅子で公園に来たんです。車椅子というのは足が不自由な人が使う移動のための椅子のことです。それは特別な花見になったんですね。祖父は満開の桜を見て、綺麗じゃのうって言ったんです。方言で。方言というのは地域によって異なる言葉の使い方のことです。祖父は広島出身で、何々じゃのうというのは広島弁です。その一言が今でも忘れられなくて、翌年の春には祖父はいなかったので、桜はいつも祖父の笑顔を思い出させてくれます。ありがとうございます、ひなさん。桜が散るからこそ、その美しさが特別なんですよね。一期一会という言葉があります。一期一会というのは、この出会いはこの一回限りで二度と繰り返されないという意味で、今この瞬間を大切にするという日本の精神を表す言葉です。まさにその通りです。この桜は来年また咲く。でも今年のこの瞬間は今年だけという感覚。桜をめでるということの本質は、その儚さを愛することでもあるかもしれません。儚いというのは短くて消えやすく、だからこそ美しいという意味です。ひなさん、恒例の素早い質問コーナーです。恒例というのは、毎回行われる定番のという意味です。一言で答えてください。ソメイヨシノと枝垂桜、どちらが好きですか？断然枝垂桜。あの優雅さは別格。断然というのは比べ物にならないほど圧倒的にという意味です。
別格というのは他と比べ物にならないほど特別に優れているという意味です。花見で絶対外せない食べ物は？桜餅。塩漬け葉の香りとこしあんの組み合わせが最高。こしあんというのは滑らかに裏ごしされた甘い小豆ペーストのことです。桜が散る瞬間、泣きますか？泣きます、毎年。また終わっていくという気持ちが込み上げてきて、込み上げるというのは感情が胸の中から湧き上がってくることです。でもそれが桜の魅力でもあります。散り際が美しいというのも日本の美意識の一つです。散り際というのは散っていく最後の瞬間のことです。今日は桜シーズンというテーマで、桜の基礎知識、花見の文化、気象表現、有名な場所、そしてひなさんの心温まるエピソードまで、本当に充実した内容でした。充実したというのは内容が豊かで満ち足りているという意味です。日本に来たらぜひ桜の季節を体験してください。3月後半から4月初めが一番のチャンスです。満開の桜の下に立つと、ただただ美しくて言葉を失います。言葉を失うというのは感動が大きすぎて何も言えなくなる状態のことです。それが桜の力です。桜。ひなさん、今日もありがとうございました。リスナーの皆さん、楽しんでいただけたら高評価、登録、シェアをお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。桜ソングで締めるのが最高。皆さんさようなら。今年の桜も一緒に楽しみましょう。またお会いしましょう。